夢を前倒ししているコーヒー夫婦です。今日の前倒しはモルディブ旅行、いってらっしゃい。美しいサンゴ礁と青い空、透き通る海に囲まれたモルディブ。美しいリゾート地として世界に知られるこの国はいつか行けたらいいなぁと夢を見させてくれる場所ですが、思ったよりも大きすぎる夢ではないということをご存知でしょうか。それに気づいてから私たち夫婦はすぐに予約し、先日行ってきました。皆さんにもあれモルディブなんか行けそうとポジティブになれるよう、かかった費用、オールインクルーシブと朝夕食付きプランの費用の比較、予約プランの内容、宿泊したホテルの様子をご紹介していきます。私たちは8月の末から9月頭の雨季4泊6日スリランカ経由便朝夕食付きプランで行きました。オールインクルーシブとは、宿泊料金にホテル内の食事やドリンク、施設利用やアクティビティの料金がほぼ含まれているサービスのこと。雨季のモルディブ、天候が気になりますよね。結果私たちは大満足の旅になりましたが、雨季と乾季どちらがおすすめかポイントもお伝えしますので、ぜひご覧ください。では素敵なモルディブの旅、行ってきましょう。マレとギリちゃうんだ。ギリタイム。ギリタイムがこれプラス1時間23時51分。すぐ裸足になると思わなかったね。すぐ裸足。おお。Good night, thank you. Thank you. 頭はい。日本語すごい。少し。ようこそゲランカプシがします。ありがとうございます。そろそろはもうお客様のお部屋の前にすでに用意します。ありがとうございます。お部屋くださいね。ではどうぞこちらの方に。透き通ってる。友達です。そうこれが足ブラシで、そこは足洗い、これが足ブラシ。お気をつけてね、ちょっと風が強めです。はい、どうぞ中にお入れください。今回はですね、システムが夜の飛行機に到着しますので、さっきは旅行会社からもらったインフォメーションで、だからヌードルスープが私たちから用意します。これが私たちからのサービスで、どうぞ、はい、たまになくお召し上がりください。はい、いただきます。ヌードルスープ。いや、お疲れ様。さて、無事にモルディブ到着です。先ほど日本語上手すぎた方は、私たちの旅のサポートをしてくれる羊さんです。このホテルではミスターフライデーと呼ばれています。やばい、時間が足りない時間が足りないでもお風呂先に行ってからのんびりしながら食べたいっていう気持ちはある。さて、4泊の間にやりたいことをリストアップしてみましょう。モルディブでは天候に左右されるアクティビティが多いので、雨季はどうなるかかなり不安。コンシェルジュがキキさんやったから。しかも私たちが滞在する日はすべて雨予報。一体どうなるか、実際の天候も見ながらお楽しみください。ちょっとオチさ、外観ちょっと写真1枚だけ撮りたいんだけど。そうでしょ。キャプテンがご病気になられたとのことで、それは仕方ない。だって仕方ないよ、それは。しかもゲートオープンって書いてあったから、割り行きの人を探してんのかと思った。みんな行っちゃった。もうみんな入っちゃったのかと思ったら、アメ
いたと言われた。ね、また遅れてるみたい。また遅れてる。今日中に着くんでしょうか。こんな感じ？買いました。オッケー。もうすぐ朝ごはん。よいしょ。どうぞ、はい、バギーの方にお願いします。撮影 OK？ 撮影もちろん OK ですよ。世界中で一番大きな水上ビラ。そう、名前はプライベートリザーブ。あれ？そう、世界中で一番大きな水上ビラ。1700平米。1700平米。施設はいくつがあって、マッサージルームも。うわ昨日全然見えなかった。見えなかったですね。キキさんの施設紹介中ですが、私たちが泊まる島ギリランカンフジについてお話しさせてください。ではまずモルディブとはスリランカとインドの近くにあります。1000個以上の島を持つ共和国になっております。一つの島に一つのホテルを建設するという風になっています。その中でもギリランカンフシとはどんなホテルなんでしょうか。タマールに1、スピードボートで約20分、2019年リニューアルオープン。コンセプトはノーニュース、ノーシューズ。全部屋数は45部屋なので、プライドベート感があります。オーガニックガーデンもあり、エコにも注力。ビラは島の再生過程で収穫された自然素材を使用。プラスチックの使用と老廃物を最小限に抑える取り組み。炭水化プラントからゲストに清水と炭酸水を供給。これはあっちにないやつってこと？そうです、そうです。8人合いの方です。そういうことです。そういうことです。簡単に言うとそういうことです。では朝食ですね。楽しんでお召し上がりください。ー。はい。はい。 This is your friend? Nice。キキさん。 This one is my very good friend. あそこも日本語だ。あそこ日本チーム。日本人多いね。とりあえずさ、私さ、うん弁当のさ値段さ確認せずに注文しちゃったんだけどさ、さっきちらっと$55って書いてあったんだけど大丈夫これ？7700円。あ、まあまあまあ。いやさっきさツアーとかがさ30万とかが入ってたからさ、ツアーが終わりましたね。ツアー終わりました。ジェットコースター。あの子来た。なんて名前だったっけあの鳥。Americano. アメリカンの Yes。Thank you。Anything want to order? Yes in this You can try bacon chana Benedict. オッケー。待ってとりあえずコーヒー来たよ。あこれ合ってる？これ行って。ね来たよ。来ましたね。歴史的系。あすごい。Thank you very much。Anything else? さあ、こちらが私たちのお家でございます。どうぞお入りください。入ってすぐ海が広がっていて、心地よい風と音に癒されます。で、こちら進んでいくとバスルーム。シャワーがある場所の下には、なんとそのまま海でちょこっと遊べる場所もあります。もちろんバスタブもありますよ。そしてここですね、ヨガマットとかライフジャケットとかもあってお出かけもしやすいです。で2階に上がっていくとここ広いですよ。そしてこの屋根の藁、こちらが私のお気に入りポイントです。このホテルが藁だったので選んだっていうのもあります。なんとモルディブリゾートって感じがして大好きなんですよね。でここ今いる場所は寝室なんですが、寝室ももちろん海に囲まれていて、海の音を聞きながら寝る夜はなんと贅沢。すぐ眠りにつきました。そしてこの後はハネムーン特典のうちの一つ、ハネムーンの写真撮影をしに来ました。こちらのプロのカメラマンの方が私たちに優しくこんなポーズしてあんなポーズして見つめ合ったりしてっていう風に教えてくれたので、スムーズに写真を撮ることができました。しばしその撮影の風景をご覧ください。One leg up. Good. Out. You will out hand. 3, 2, 1. Jump. Okay.
き上がった写真はこの USB に入れてプレゼントしてくれました。うわ、こうなってるんだ。中に USB が入ってるかと思ったら。ゆうかさん今からバイザシーに向かいます、お弁当お弁当です。お弁当を食べに行きます。バイザシービデオ OK？ 海辺。海辺というそうか、バイザシーバイザは海辺でいいシーをんだ。だから日本食食べれる。やった。どんな感じ？めっちゃ楽しみ。Thank you。いただきます。すごい。綺麗。服逆だったの？服逆だった。モルディブで？急いで出たんですよ。また遅れそうで。写真撮影これ？写真撮影の時はちゃんと来たかも。ちょっと後で見てみよう、写真撮影。逆だったかも。かわいい。鳥だ。鳥がいる。あらー、うわすごい景色。これは残そう。どう？ちょっと冷たい。家の下を泳いでます。どうですか、ゆうかさん。寒い。あっちの方が暖かいのかな。あっち行ってみる？あ、日当たりいいしね。実は夫は海が大の苦手。ご覧ください。夫はちゃんと海を克服しました。私の手を握って離しません。洗濯中ですね。いくらでも洗えるわ。いくらでも洗える。こんなん。これですらもうアトラクションです。すごい広いゲージの中で飼われてるんだね。うわー、綺麗。もう一回鳴き声聞きたいね。ありがとう。取れました。めっちゃ泣き出す。歩いた先にベッドがあったから。とっつき回るって何？お、めっちゃ冷えてる。見てるね。ゆうかさんの希望で柔らかい方のボールで今からテニスします。ラケットは？ちゃうよ。どこに行ってもベッドある。夕日が綺麗だね。
この日は夕食の前にカクテルパーティーがありました。モルディブの文化にたくさん触れることができて、もっとモルディブを知りたくなりました。では皆様こんにちは、キキチャンネルでございます。今回はですねYouTube やってる YouTube やってる。だってこれ見てよ。もうちょっとでご飯の時間かな。グルテンフリーの GF だ。チョロッとケーキかわいい。なんか持ってくるからこれでストップって言ってたかな。でもビュッフェもあるって言ってたよ。音楽が最高です。でもちょうどね、風がちょうどいいんだよね。冷たくもないし暑くもないんだよね。で、ベタベタしないとうちが言ってたね。そう、今優香さんが強風の中取りに行ってくるんです。戻ってこれますかね。あ、戻ってきた。来る、きっと来る。サンゴがいるね。これカニだな。おはようみんな。昨日はすごい波だったけど大丈夫だったかな。先ほどあちらのヨガチャンパっていう場所でヨガをしてきました。で、そのヨガチャンパの目の前には浅瀬が広がっていて、あっち行こう。遊ぼうと思った。じゃあ遊んでください。でもちょっと危険なぐらいでかい。優香さんがカニと遭遇しました。しかし全く動きません。さっき動いてたのに。動いてた？やべっで止まった。またね。またね。コストコあと2泊。今日もどうやら晴れそうですね。優香さんの可愛いチャリ姿を皆さんご覧ください。昨日の夜すごい雨で何回か起きました。怖くて。でも朝起きたらね、自転車がなんか倒れないようになってたりとか、なんか夜回ってたんだなって。3日目の朝ごはん。お、チャパティ食べたい。見てみようじゃあ。チャパティ。日本食コーナーでなんかいっぱい取れたね。すごい。ワンセロ。It's cool. 朝ごはん中、ウェイターのサンジェさんが私たちをワインセラーに招いてくれました。画面中央の大きな木はなんと津波でどこからかやってきたものらしいです。お部屋全体がものすごく冷たくて気持ちよかったな。What's the name of this fruit? Tamarind. Tamarind? Tamarind. fruit? No, Sri Lanka. Ah, Sri Lanka. Yeah, I know. It's very good. It's like funny taste. Funny taste. かけちゃうんだ。お水かけちゃうんだ。めっちゃ笑ってる。
朝ごはんの後はお土産選びのためにブティックに入ってみます。ブティックでは水着やお洋服、バッグ、アクセサリーなどさまざまなものがありました。置いてあるね。どうですか？これ何円ってこと？これ何円ってこと？121ドルか。121ドル。で何円？さっきの10倍だね。1万、2万。買い物は珍しい2人です。見るだけはただなので。いってらっしゃい。近くにいてよ。うん、もちろん。頭にかぶるやつだ。はい。はい、どうですか、ゆかさん。昨日の夜さ、うん。どっちと話してたよさ。うん。え？なんか喋ってる。うん。うん。それ気にしてんの日本人だけや。通じた？でも、This is small size. でも変わったんだ。そう来るそう。しおりかっけ。あれ？来た？来た来た。見してよ、お家にも。これ欲しいよ。これは？これさ、なんか一個一個がコースターっぽくなってる。これありやな。それあり。85ドル。ちょっと計算するね。1万2000。3ドルのこういうのとかもうミキ大好きなの、こういうの。よかった。これよかったよね。これよかった。Water, hot water, cold water. We wanna buy them, but pay is here or check You out? can put in your room and you can sign it and you can pay all together with your Mr. Friday when you check out. Okay, thank you. Okay. チップな問題なんだけどさ、大体 10% ぐらいだったっけ、15ドルぐらいにしようか。17ドルぐらい大丈夫？ 10ドルか。Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Have Thank a you. wonderful day. みんなのお土産買えました。イエーイ。よいしょ。キリランカフシ。買いましたね。何回見てもやっぱり雨。さあ、気を取り直してコーヒー飲みます。でも、見てください。晴れてます。危なくないらしいです。ノットデンジャラス。ナットデンジャラス。生き物図鑑に登録。あ、なんか食った。食ってるな。おい、イエスの友達を食べてるんじゃないだろうな。ヤドカリを。おいおい、イエスの友達を食べてるんじゃないだろう。ヤドカリ友達だった。あ、いたいた。はい、ちょっと。どうですか、ゆかさん、モルディブの海。別に怒ってるわけではない。ちょっと冷たい。おい、ゆうちゃん、エイがいる。近いエイが。何植えてるかちょっと書いてくれてるね。お母さんがなんか見つけたようですよ。今捕まって懸垂してます。あの子取ってく
とこ撮りたいね。ガーデン可愛くね。ゆかさん、木に登れるようになってます。オーガニックガーデンに来るときは皆さんちゃんと虫除けスプレーを振ってきましょう。あ、また来た。ゆかさんがめちゃめちゃ噛まれてます。でっけえのいた今。でっけえのいた。あんまりここ虫がこの島にいなかったので初めて。もうこれ登っちゃいけねえんじゃねえのか。ヤシの木取るようじゃねえのか。緑に癒されてます。緑に癒されております。ここはいい。本当に好きやってることがこんなにコンセプトがさ、なんか大好きなものになってると思わなく予約したからさ、うん。ちょっと驚いてます。この動画は残してちゃんと。見てほら、指さしたら止まった。またここで懸垂する。そっからここ取ってゆつよ。あ、いいよね。どうですか、ゆかさん。知らない本ばかり。友達になれそう？恥ずかしいみたい。coffee, strawberry, vanilla, hazelnut, pistachio, caramel, raspberry, yeah, nougat, raspberry, coconut, mix. Thank you very much. これなんかもらったよ。何だったんですか？ノガとナッツ。なんか他にいるのかと思ったけど、なんかいらないって言われた。え？おいしいすぎる。ゆかさん、たくさんもらってきてますね。だってもう一個作れるけどなんでしないのって言われたよ。うますぎる。風強いけどなんかめちゃめちゃ気温いいね。気温がいい。あの手前の一つはおしゃべりした人がいっぱい。あ、ゆち左の丸太。また懸垂してんのけ？すっかな懸垂。ゆち触れる？無理やな。こんにちは。あ、木登りシーン。あっち行った。ゆかさんどうでした？チーンでも今日はスリランカ料理ですね。はい、これが順番に勝手に全部出てくるそうです。楽しみ。 Welcome to Sri Lanka. Changed from Maldives to Sri Lanka. Yes. For starter, you can have this one for sherry. Curry. Asian countries love curry. Leaf. Inside fish. Wow. शुक्रिया.
Super, super. Come back. Yes, yes, more, more cooled here.ヨガ後の朝食ですね。朝食のまあ最高だったよね、ヨガ。なんかさ、ちょっとトレーニングも兼ねてたよね。こっちが隣でうぐうぐって朝ごはん食べ終わって、何時間食べた2時間朝ごはん食べました。今日も美味しかった。大丈夫ですか？めっちゃいい子でした。今日はシュノーケリングで亀に会いに行きます。会えるかな？ジェさんうんがうんスパの近くで見れたらまあラッキーだよぐらいのこと言ってた。うん。私はラッキーかどうか行ってきます。よいしょ。どうされたんですか？今日が最後の夜なんですけれども、明日、フライデーさん、バトラーさんにお渡しするチップをちょっと準備しようかと思います。レストランで、リタさんがのおかげですごい毎回ご飯楽しかったから、ちょっと彼にも感謝の気持ちとして、少しお渡ししようかなと思ってるんですよ。お気持ちだから。そうだよ。ですから彼にもお手紙書いてちょっと渡そうと思います。次来た時はもっと渡せるように、確かにお仕事頑張っていきましょうね。頑張ります。はいじゃあ手紙書きます。しつこく天気を確認するもやはり雨。今晩はサンセットクルーズの予約があるんですが、風が強いのでできそうにないな。ゆかさん、今からどうするんですか？ちょっとね行ってみようかな。海の中にね。海の中に行ってみます。なんかさっきあそこでコーヒー入れてたら、お魚パラダイスだったから、遊びに行こうかな一緒に。はい、この格好で。で、あそこの陸が出てるところ、ちょっと行ってみましょうかと。はい、今日入ってます。結構かも。ゆかさんの着替えが終わったようですよ、皆さん。ここが僕らの水上コテージですね。海から見るとこんな感じで、サンゴはね、先ほどキキさんから今日のサンセットクルーズは強風のため中止との連絡がありました。雨季では雨や風でアクティビティが中止になることが多いので、なるべく避けたい方には寒気に行くことをお勧めします。私たちは4泊の間すべて雨予報でしたが、1日の中で晴れたり曇ったり雨が降ったりかなり変わりやすかったです。ただアクティビティが中止になったとしても、ホテルの方が雨の日用のワークショップなどを企画してくださっていたので、退屈になることはなかったです。しかも雨季は寒気より宿泊料金が安かったりするので、コストを抑えたい方にもおすすめです。Like a savory drink, yeah? なんかさ、キキさんがおすすめする理由がわかるよね。地中海は絶対に行った方がいい。Oh, it's amazing. Cheers! Gilly gilly. 最後のディナーでもうこれでもすごいいっぱいだけど、中華料理が本当に
ですね、無限にありまして、あと次ピザとあれも食べたいし、麺も食べたいでしょ。ケパップせや。リゾットも今生で作ってくれてる。ちょっとまずそれ食べてみる。どうしようかな。とりあえずいただきます。ちょっことの食事に集中したいので動画はこの辺ですいません。よく見たら初めての魚カサゴいる。あ、本当だ、動かない。動かないタイプ。大変だな。カサゴいますね。カサゴいます。ゆうかさん、今日最後の夜です。雨降ってきましたね、ゆうかさん。ちょっとうちみたいな食べられないかだけすごい心配。心配してます。さっきのあの子、ドントタッチって書いてあるやん。なあ、どうしたんですか、ゆうかさん。キキがやりよった。キキがまたやりましたか。なんかいい匂いするなと思ったら、なんかハワハワしてる。みんな可愛いことするね。最後の夜を存分に楽しんでください。バブルバスを準備しました。私が作ったのです。キキより可愛い。どれぐらいのイオンで作ったんだろすごいね。う。どういうシステム？保温とかないだろうね。ほんでいい匂い入っちゃうかな、じゃあ。最後の朝食、乾杯。今日の朝食こんな感じ。うなぎがありましたね、ゆうかさん。うなぎとお花が一緒に添えられてる。さあ、2つ目のお部屋です。どうぞお入りください。外の部分だけ違いました。中央に大きなプールがあって結構深そうでした。私たちは海にドボン派なのでプールは使いませんでしたが、プールサイドでお酒を飲むのも楽しそう。さあ、そんな楽しかったモルディブ旅行ももう終わり。最後はミスターフライデーさんたちがこんなところまでお見送りに来てくれました。泣ける。さて、短かった4泊6日のモルディブ旅行が終わりました。最後にこの旅行の費用、プランの比較、雨季と乾季結局どっちがいいのかについてお話しします。まず費用について。今回私たちは ST ワールドさんで予約をしました。成田から行って帰るまでの全てのプランがセットになっており、2人で合計約88万円。そこにチップやランチやお土産代などを含めると約90万円でした。つまり1人当たり45万円で今日の動画内容を全て経験できます。45万円と聞くと、うわぁ、やっぱり高いなぁと感じるかもしれませんが、往復飛行機も食事もついて、そしてアクティビティもついて、あんな広いお家に宿泊できるんだからかなりおすすめです。私はざっくりあんな綺麗な海を楽しめるリゾートとモルディブっていう場所だなんて100万円ぐらいするんだろうなって思っていたので結構衝撃でした。そしてモルディブといえば人気プランのオールインクルーシブ。オールインクルーシブプランで予約をすると朝、昼、夕食、お酒など全て込み込みの値段になります。もし私たちの朝夕食付きプランをオールインにしたとすると約6万円オールインの方が高くなる予定でした。結局どちらで予約をしたらいいのか、これはモルディブでどんな食事をしたいかっていうことにもよります。結果私たちはオールインより5万円ほど安く済みましたが、それはお酒をあまり飲まなかったことと昼食が必要なかったからです。朝夕食でたっぷりご飯を食べてお昼はお腹が少なかったのも大きな要因。またギリランカンフシではフルーツを毎日お部屋に置いてくれるので小腹が空いても困りませんでした。そして何よりアルコールを私たちは飲みませんでした。カクテルは約1杯3000円ぐらいするので、値段とか計算とか宿泊中に気にせず食事を楽しみたいっていう方は絶対にオールインがおすすめだと思います。そして2つ目は雨季と乾季の比較です。モルディブの雨季は5月から10月、乾季は11月から4月。今回私たちは雨季に行き、天気予報は全て雨予報でした。
でも実際の天気は動画みたいに晴れたり曇ったり小雨が降ったり止んだりとかなり変動がありました。正直曇りが多く明るい日差しの中海を楽しめたのは1日くらいでした。大雨だったのは最終日のみだけど、もちろん曇りでも海などは綺麗なので十分楽しめます。寒気のメリットはやはり天気が晴れやすく綺麗な海と空を見れてアクティビティを満喫できる点。モルディブの首都マーレから離れたリゾートを予約するとボートではなく水上飛行機で向かうことになるんですけれども、悪天候が少ない寒気は欠航などの可能性は低くなります。では寒気のデメリットとしてはやはり費用です。雨季よりも約2倍になるリゾートもあるので予算に合わせた選択が必要になります。宿泊者も多くなるのでアクティビティなどやりたいことは早めの予約が必要になりますね。それに比較して雨季はどうでしょうか。メリットはやはり費用が抑えめ、高級リゾートにも泊まりやすい、またマンタやジンベエザメなどにも雨季に出会いやすいみたいです。もし出会いたい動物がいればベストシーズンを抑えていきましょう。デメリットとしては曇りや雨の確率が高いのでアクティビティの中止が多いこと。私たちも3つぐらい中止になってしまいました。ただ中止になったらなったで他の楽しみを用意してくださっていたので不服な気持ちになることは一つもありませんでした。何よりいつでも海に入れて見れて海の音を聞けるだけでもう幸せでした。ということで今回のモルディブ旅行はいかがでしたでしょうか。大きすぎる夢ではないということが少しでも伝われば幸いです。ちなみに今回の費用はギリランカンフ市に泊まった私たちのリアルな金額。なぜギリにしたかというと部屋の屋根がガチの藁だったからです。私どうしても藁の屋根が良かったんです。ホテル選びはあなたがどんなことをしたいか、譲れないポイントはあるかどうかなどを考えることが大切です。もしそのポイントがモルディブで水上コテージに泊まることだとしたら35万円からでも行けるリゾートだってあります。どうですか？ますます大きすぎる夢ではないですよね。雨季でもウキウキ最高の思い出になったモルディブ。もし次に行くなら天候も混み具合もちょうどいい4月がおすすめとのことです。現地情報ですよ。皆さん4月狙い目です。今回はモルディブ旅行をアップしましたが、私たちは普段コーヒー屋をしている夫婦です。暮らしをテーマに様々なことをアップしていきますので、ぜひいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。モルディブありがとう。